今日は2025年3月15日土曜日。こんにちは。日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは東京対大阪。みんな日本といえばまずどこの都市を考える？とりあえず首都、キャピタルシティ、東京かな？日本に初めて旅行するっていう時も多分東京に行く人が多いよね。じゃあ次はどこに行くって考えた時、大阪っていう人も多いと思うんだけど、大阪は東京に続く2番目に大きい都市だよね。日本の東といえば東京、西といえば大阪。アメリカで言うとニューヨークとロサンゼルスみたいな感じかな。二大都市なんだけど、でね、最近親戚に久しぶりに会ったんだけど、その親戚の子がね、去年東京から大阪に引っ越したの。で、毎日めちゃめちゃカルチャーショックを受けてるんだって。その子が言うには、バスに乗った時にね、そのバスの中で何か食べてる人がいたんだって。おにぎりかパンかわからないけど、何か食べてる人がいて、そしたら運転手さんがそれを見て、バスの運転手さんって運転席の上のところに大きい鏡がついてるじゃん。バスの中が全部見えるように。で、その鏡を見て、乗客が何か食べてるのに気がついたんだろうね。そしたら、運転手さんがマイクで、そこのお客さん、バスの中で物食べんといてって言ったんだって。標準語に翻訳すると、そこのお客さん、バスの中で何も食べないでっていう意味ね。これ、東京の人からしたらびっくり。バスの中で食べるのがいいとかダメとかじゃなくて、それを運転手さんが注意するっていうのがびっくり。東京のバスの運転手さんは、発車します。止まります。危ないので、つり革におつかまりください。これくらいしか言わないからさ、わあ、大阪のバスの運転手さんめっちゃ面白いじゃんって思って、フレンドリーなのかな。基本的に東京のバスとか電車の中ってめっちゃ静かなの。もちろん携帯で電話することも禁止だし、
お客さん同士、もちろん知らない人だからほとんど喋らない。だから友達と一緒に乗った時でも電車内が静かすぎて小さい声で話さなきゃって思うくらい静かなの。でも大阪では知らない人でも結構話しかけるんだよね。これは本当かわからないけど、大阪では初めて会ったおばちゃんと話して仲良くなると、おばちゃんが飴ちゃん食べるって言って飴をくれるっていう、そういう都市伝説があるくらいめっちゃフレンドリーっていう。多分知らない人が相手でも自分が思ったことをそのまま口に出すんだろうね。この前中国の SNS で話題になったらしいんだけど、ある中国人の家族がスーツケースを持って大阪で空港行きの電車、関空行きの電車に乗ってたんだって。そしたらおじさんが来て、one, two, three, four って言ったんだって。意味わかんないじゃん。one, two, three, four。わかんないからそのままほっといたんだって。しょうがないよね。わかんないもん。そのままその電車に乗ってたんだけど、そしたらそのおじさんがまた来たんだって。で、今度は Airport one, two, three, four って言ったんだって。それで女性は、あ、もしかしてって気づいたんだけど、その電車は空港に行く途中で電車が分かれる。前の4両だけ空港に行く電車だったんだって。で、その家族が乗っていたのは後ろの方だったから、そのままそこにいたら空港じゃなくて和歌山に行っちゃってたんだって。おじさんのおかげで気がついて電車の中を移動して無事に空港に着いたんだって。だからおじさんありがとうって SNS に上げてたんだって。いいエピソードだよね。多分おじさんは英語ができないけど、このまま乗ったら空港に行けないから、この人たち、この家族大変だ、教えてあげなきゃっていう思いで言いに行ったんだろうね。これも大阪の知らない人に話しかけやすい文化があるから、おじさんがそうしてあげたっていうのがあるかもしれないよね。あともう一つ。これは日本の SNS でめっちゃ話題だったんだけど、東京と大阪の大きな違い。飲み会の時とかご飯を食べている時に一緒にいる人に電話がかかってきて、その人が電話するために外に行くでしょ。で、電話が終わって席に帰ってくるじゃん。そしたら大阪では誰と電話してたんって聞くんだって。これ東京では聞かないの。なんかプライバシーだし聞いちゃ悪いかなって思う。
もちろん、仲がいい人なら聞くよ。親しい友達とか、彼氏、彼女とか、家族、夫婦ならね。誰誰から電話だったって聞く。だけど、会社の人とか、仕事の飲み会とかね、そんなに親しくなければ絶対聞かないの。でも、大阪では、そんなに親しくなくても、誰って聞くんだって。東京の人からしたら、なんでなんで聞くのって思うじゃん。でも理由は、気になるからって。別に深く考えてない。聞きたいから。誰やったんって聞く。これ、SNS でもう東京と大阪は別の国だなってみんな言ってた。これ、例えば都会と田舎都会と田舎で違うところがたくさんあるっていうのはわかるの。でも東京も大阪も都会、人口の多い大都市って言えるよね。なのにこんなに文化とか人が違うって面白いよね。他の国でもあるのかな？場所によって性格が違うこと。寒いところと暖かいところでは性格が変わるって言ったりするけどね。でも東京と大阪はそんなに天気も変わらないしね。なんでこんなに違うんだろう。みんなこの話を聞いたら東京より大阪に行きたくなっちゃうかな。東京にも優しい人はいっぱいいるからね。東京にもぜひ来てね。そしてもし東京と大阪両方行ったことがあるよ、こんなに違ったよ、こんな違いがあったよっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてね。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナナでした。バイバーイ。